調整効かなくなるじゃないですか。壊れるしかなくなりますよ。ああ、なるほど。これも無駄かどうかは誰が言ってるかによりますからね。あ、誰目線か。必要かもしれないし、人間性大丈夫かいってなりますけど。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。本日もよろしくお願いします。今日がですね、フォーマットを変えまして、組織を壊す迷惑な人材について、僕の会社で最近あの人が原因で雰囲気が悪くなってるみたいな話をちらほら聞くことが多くてですね、組織を壊す迷惑な人材ってどんな人を指すのかなって僕なりに調べまして、ランキング形式トップ10にちょっとしてみたんですよ。順にですね、発表させていただいて、でそれに対してちょっとモン社長から見解とかいろいろなご意見伺えればなと思っておりますので、よろしくお願いします。第10位ですね。遅刻欠勤常習犯ということで10位にこちら持ってきたんですけど、理由としては信頼をもう一瞬でなくしてしまう行動なんじゃないかなっていうふうに思っていて、10位にランクインさせていただいたんですがチーム部門とかですね、はい、管理者によって対応結構変わるなとこれ思っていて、はい、僕のポリシーとしてはやっぱり遅刻とか欠勤は結構口うるさく言わないとダメですよね。理由としてはやっぱり一つ目は遅刻が OK になっちゃうと、はい、みんな遅刻しだすんですよ。なるほど。で二つ目は遅刻って、いけないっていう理由がやっぱ約束を破ることじゃないですか。お客様との商談に遅刻ってやっぱ良くないですよね。こういう人がいるんですよね。遅刻するけどちゃんとやることやってるしみたいな。会社には遅刻するけどお客様に遅刻しないしとか。そんだけ時間にルーズだといつかやらかしますよって言うんですよね。いつもの時間のルーズさがやっぱ大事な時にどっか出ますよと。それを繰り返したら絶対どっかで痛い目になるよと。なんで管理者とかも結構これを、成果が出る、結果が出てる従業員だからちょっと黙認したりとかする管理者がたまにいて、それはダメですよと。なるほど。逆に結果出てるならなおさらダメですよ。なぜならば結果さえ出せば遅刻してもいいっていう当たり前が蔓延するからと。真似し出すやつが出ますよと。そう収集つかなくなっちゃうからねと。遅刻の癖って寝坊の癖と一緒だから、癖になるんですよ本当に。なかなか直すの大変なんですよね。癖づけさせるのは早いんですけど。昨日忙しくてちょっと帰る時間遅くなっちゃったんでもうしょうがないかなと思ってつったら、言いたいことはわかるけどでもやっぱりそこはちゃんとそれはそれこれはこれってやっていかないと、チーム全体がその時間にルーズになっていっちゃって、収集がつかなくなると。だから絶対やめた方がいいですよと。違いない。ありがとうございます。第9位ですね。愚痴垂れ流し社員ということで9位にランクインさせていただきました。理由はですね、常にネガティブな発言を繰り返したり、周囲のやる気を削ぐっていうのがシンプルな理由なんですよ。これはどうお考えですか？ダメですよね。はっきり言ってだから愚痴とかはマジで無駄なんで、だって言ったからって何か変わるわけじゃないじゃないですか。だからこれも弊社であった場合とか過去とかは基本的には直接話しに行きなさいと。これもやっぱり管理者によってはうちは聞くけどやるべきことやってるからあんまり言いに行かないみたいな人がいるんですよね。で別に実害が出てるわけでもないしみたいに言うんですけど、でもこれもいずれ出るよと。言い方悪いけど究極はやる気のないモチベーションの低い社員ばっかりになってそんなことになったら部門も結果出ませんよと。でもそれもこれも直すの大変になりますよと。今度愚痴に対してリクエスト要はこういうのが悪いああいうのが悪いっていうのをじゃあ愚痴聞いてあげて直しますよって言っちゃったら、愚痴言ったもん勝ちになるでしょと。そうすると余計愚痴に拍車かけますよと。だからやっぱりその愚痴っていうのはそもそも言っても無駄なことって書いてあるわけですよ辞書に。言っても無駄なことを言ってる時間もったいないじゃんと。だとしたらじゃあその愚痴をしてしまう原因をどう改善できるかとか、改善方法を考えたり提案を考えることをした方がよっぽど有益ですと。大体愚痴言ってる社員って大体矢印が人向いてるんですよね。他人向いてるんですよ。自分がじゃないんですよ。これも多席
にどんどんなっていくし、次思考の促進になっちゃうから、基本的にはもう初期の段階でシャットアウトしに行かないと、いいこと何もないよって言ってすぐに話させに行きますよね。ありがとうございます。第8位、指示待ち社員。これは言葉の通り指示がないと動かない社員のことですね。自発性がなくてチーム全体の進行を遅らせてしまうとか。これは別に壊すほどじゃないから別に気にしなくていいんじゃないですか。そうですか。だってよく言いますけど、それは上司のわがままじゃないですかと。逆に言うと指示したらちゃんと動いてくれるんだったら別に良くないですと。指示待ちになっちゃうんだったらこっちの指示が悪いだけの話でしょと。なるほど。で、ある程度になったら当然自発的に動いてほしいし、もちろん全員主体性があって動いてほしいですけど、でもこれはもう管理者のマネジメントの問題だから、育成の問題だから別に悪いことではないですよね。組織を壊す迷惑っていうことでもない。この社員が指示を待たないとみんなが迷惑するっていうんだったら、じゃあみんなが指示出せばいいじゃんってだけの話だから、壊すほどまでにはいかないと。全然別にそういうネガティブな範疇ではあんまりないと思うんですよね。ありがとうございます。続いて第7位ですね。評価を気にしすぎる社員ということで、これも言葉の通りなんですけども、これも言い方変えればほとんどの人が評価気にしてますからね。確かに。そんなこと言ったら全員壊すのかいって話になるんで評価を気にしない人だけ雇いますって言ったらもうとんでもなくなんか逆に少なくなっちゃうんじゃないですか。何が問題なのかはっきりした方がいいですよね。逆に評価を気にしない人を教えてほしいぐらいですね。なるほど。そっちの方がレアですよ。確かに。そっか。それはそうですね。評価ばかり気にして周囲を押しのけたり成果を独り占めしてしまうようになっちゃうんじゃないかなっていう懸念からちょっとランクインさせていただいたんですけど。それは評価方法を変えればいいんじゃないですかね。そうできちゃう仕組みが、おかしいですよね。なるほどですね。ありがとうございます。続いて第6位ですね。責任逃れの名人ということで、失敗の際に責任を取らず他人に押し付けるタイプな人ということで、こちらはいかがでしょうか。ケースバイケースですけど、名人なんでミスを隠そうとするとか、そういうところまで行っちゃってる人っていう意味ですね。それは不誠実なんでダメですね。責任追及って言うとなんか上げ足取りみたいになっちゃうけど、原因をちゃんと分析するっていうのはやっぱり管理者の能力としては結構重要なこと一つなので、逃れられないようにやっぱするしかないですね。責めるわけじゃないけど、悪い影響が出てるんだったら、何か起こった時に原因分析能力を管理者は鍛えて、っていうのと、仕組みとしては責任が逃れられない。逃れた方がデメリットが出るって言った方がいいですよね。そういう仕組みにしちゃった方がいいですね。そういうことですね。なるほど。ありがとうございます。続いて第5位ですね。無駄な会議を量産する上司ということで、これ結構当てはまる人たちもいるんじゃないかなと思うんですけど、目的が曖昧なまま会議を繰り返してメンバーの時間を奪う上司ということで、こちらいかがでしょうか。これも無駄かどうかは誰が言ってるかによりますからね。誰目線か。必要かもしれないし、本当に不必要だったらあれですけどね。とりあえず集まろうみたいなのが口癖みたいな。それもだいぶやばいですよね。でも分かる時もありますけどね。会議体はやっぱり僕の感覚値だと3ヶ月に1回ぐらい見直しますよね。見直しますか。本当に必要か必要じゃないのかを。ありがとうございます。第4位ですね。情報を独占する社員ということで、これも名の通り、重要な情報を隠し持ち、自分だけが優位に立とうとする社員。どうなんですかね。例えばですけど、これは私がしか知らないからと情報共有しない、チームの連携が阻害されて全体のパフォーマンスが低下するみたいな事象が起こるんじゃないかなと思って、これは結構壊す度で言うと上位なのかなとは思ったんですけど、そんな重要な情報を社員一人だけが知ってる状況っていうのはちょっと想像つかないですかね。なるほど。そうですね。大体大した情報じゃないですけどね。そんな重要な情報を一社員が独占している状況であれば、もうすでに壊れてるってことですかね、その組織は。っていうか、じゃあどんな情報がそういうのあり得るんだろうとかって思っちゃいますけどね。
全然想像がしにくいですけど、はい。あったとしたら、はい。上司のマネジメント次第かなと思いますけどね。なるほど。ありがとうございます。第3位、無責任にルールを破る社員ということで、これはもうルール違反をする社員。ルールを無視して勝手に行動する社員。例えば勝手に顧客と交渉したりとか、チームの合意を無視して独自の判断を下したりとか、こちらどうでしょうか。どのルールによると思いますけど、基本的にはあんま良くないですよね。ありがとうございます。第2位、常に否定的な社員。これも名の通りなんですけども、他人の意見や提案を否定し続ける社員ということで、これはどうでしょうか。一見、はい、ネガティブ要素ですけど、場合によってはポジティブ要素で、僕だったらその人のそのキャラ作りしちゃいますけどね。ああ、なるほど。だって全員がね、例えば10人いて、全員が賛成ってなったら、逆にそれもそれでなんかちょっと間違った方に行く可能性もあるなと思って、逆に常に否定してくれるんだったら、意見ちょうだいみたいな。なるほど。ありがとうみたいな。そういうキャラにしちゃいますけど、あれがあの人の仕事だから役割だからみたいな。逆に言うと逆説言ってくれるから、なるほどそういう視点もあったかっつって、なるほどって言っとけんだよみたいな。イエスマンの集団の中では結構必要な社員なのかもしれないですね。10人中9人が否定的だと困りますけどね。1人ぐらいいても別に。ありがとうございます。では、栄えある第1位ですね。他人の成果を奪う社員。他人の成果を横取りして自分のものとしてアピールする社員。言葉尻で言うとね、人間性大丈夫かいってなりますけど、逆に言うと他人の成果を奪えるような仕組みがちょっとおかしいかなって僕は思うから。なるほど。組織の仕組みに問題があるんじゃないかと。どういうケースなんだろう。でも確かにそうですね。どういうケースですかね。例えばチーム全体で達成した何かプロジェクトの成果を自分がやったと上司に報告したりとか。バレますね、それ。バレますね。それを信用したらその上司大バカですよね。確かに。そうですね。トップ10をランキング形式で組織を壊す迷惑人材ランキングとしてちょっとまとめさせていただきました。モンジ社長が一番思う組織を壊す迷惑人材っていうのは一番は何ですかね。どういう人材だと思いますか。そうだな。一人で愚痴ってるとか、一人で遅刻するとか、一人で何かをやるぐらいは正直そんな大したあれじゃないですよね。ネガティブな方に周りを巻き込む人がすごい嫌なんで。なるほど。口がうまいやつって言ったらいいのかな。会社への愚痴とか不満を周りの共感に使う、自分の例えば周りからのその評価というか、いい人に見られるためにそういう情報を使う人が一番ダメかな。なるほどね。そういう人がいると結構あれですか、組織って壊れていきますか。周りが巻き込まれますからね。ルールとか規定もそうですけど、会社としての当たり前を阻害してきたら、一人がそれ言ってるだけだったら別にまだいいですけど、例えばチーム全体がチームのマジョリティとして会社の当たり前に意義を唱え出したら、統制効かなくなるじゃないですか。壊れるしかなくなりますよ。なるほど。確かに。ありがとうございます。意外と上司、マネジメント、仕組みとかルール、こういったことによって結構防げたりとか、無力化するっていうことができるので、あいつが迷惑だ、あいつが迷惑だっていうよりかは、仕組みとかルールを作ることにやっぱ時間を割いて、そういう人を逆に減らせるように。で、意外とそういうふうに思われてる人もそんなに悪い人じゃなかったりするので、正しさを履き違えてたりとか、ちょっと考え方がずれちゃってたりとかするだけなんで、そういうのはやっぱりちゃんと直してあげて活躍してもらうことを頑張りましょうかね。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。